世界一わかりやすいアルカディア零式ヘビー級一層の解説動画です。マーカーは画面の通りで、マクロは概要欄を参照ください。動画最後に最強カンペもありますので、そちらもご活用ください。全体に通じる注意事項一つだけ。一層は一部の攻撃に被弾するとボスのバフのスタック数がたまり、スタック数が8以上になると一部攻撃が痛くなったり範囲が広くなったりして、スタック数が12以上になるとほぼ攻略無理になります。いつも以上に被弾の罪が重いので、無駄に被弾しないようにしましょう。なお、この動画は誰も被弾していない前提での解説になりますが、なんか動画よりも実際の攻撃が範囲でかいとか痛いとか思ったらそういうことなのでご承知おきください。早速参りましょう。キラーボイス全体攻撃です。ハードコアヘイト1位2位への遠範囲強攻撃です。 MT 北西 ST 北東で受けます。バンプストンプ基本はノーマルと同様です。あらかじめ図のように3回します。中央に遠範囲攻撃後、白いリングが徐々に外に広がっていきます。まずは1段目のコウモリを見たまま回避します。続いて白いリングがマップ内側のこのマスのラインに到達するのと同じタイミングで近接組が内側に入ります。零式の場合、コウモリだけではなく自分自身も白いリングと接触すると爆発しますが、このタイミング、この位置関係で白いリングにぶつかればコウモリの爆発にも巻き込まれないし、自分の爆発を他人に当てないはずです。続いて遠隔組はコウモリ2段目の爆発を見たまま避け、それが終わったらさっさとリングに接触して自分を爆発させます。そのまま内側に入れば3段目のコウモリの爆発もスルーできるはずです。ブルータルレイン3連続の頭あり攻撃です。中央に集合して受けます。サディスティックスクリーチ全体攻撃とともにフィールドが変形します。雑魚フェーズ1回目です。ノーマルと同様前方の凶器を時間内に破壊します。この間、凶器からの2回に分けた直線範囲とボスからの2回に分けた前方後方半面範囲が複合します。口にするとごちゃごちゃしてますが、そんな難しくなくて、まず凶器が光ってない列かつボスが後ろ向いてる方のマスに待機します。一発目をしのいだら何も考えずクロスに移動します。これで OK です。厳密にはここの四角の中でクロスに移動するというのが正確な表現ですが、雰囲気でなんとかなると思います。2セット目も予兆を出すボスが東から西に移動しているだけで全く同じです。全く同じように避けます。3セット目も原理は同じですが、ボスが前後ではなく左右に半面範囲を仕掛けます。でもノーマルと同じですね。凶器が最初に光ってない列かつボスの後ろに待機します。一発目をしのいだら何も考えずに逆サイドに動き始めつつ、凶器が光ってない列に滑り込みます。一番端から一番端に走らされる場合もあるので、あんま何も考えずすぐ走り始めることを意識しましょう。同じ攻撃がもう1回来るので同様に対処します。凶器を倒したらすぐボスが殴れるようになるので殴ります。全体攻撃とともにフィールドが戻ります。クラウドキリング全体攻撃です。ここでボスのバフが強制的に4スタック溜まります。フィナーレファターレ全体攻撃とともにフィールドが変形します。謎のしょうもない遠範囲を回避します。エーテルレッティング楽ちん解放が編み出されているので対処方法のみ紹介します。まず全員が8方向の災害集に3回します。で、自分の立ち位置のところに奥義範囲の境目が現れるので、後から奥義範囲が出てきた方に乗っといて、その場で小刻みに動いて奥義範囲を避けます。なおマーカーをゲーム8の通り置いていたら自分の立ち位置にマーカーが置いてあるはずなので簡単です。さらに自分の上に予兆が発生するので、それが着弾したらマップど真ん中に戻ります。終わり。マーカーの着弾範囲から十字範囲か×字範囲の攻撃が発動しますが、全員が災害集の扇の境目に攻撃を着弾させていたら、誰が十字だろうが誰が×字だろうがど真ん中が必ずアンチになるというものです。一応地面に設置されている予兆をもとに外周キワキワに置いていない不届き者がいないか確認し、アドリブで避ける努力はしましょう。再びタンク強です。ボスのバフが8スタック以上の場合、円範囲がバカでかくなるので大げさに避けましょう。再びコウモリと白いリングです。同様に対処します。ハーフムーンノーマルでもあった2連続半面範囲攻撃です。8スタック以上の場合、半面の範囲が拡大するので注意しましょう。ブルータルレイン4連続頭あり攻撃です。8スタック以上の場合、頭あり回数が増えかつさらに痛くなるので頑張りましょう。
インセーシャブルサースト全体攻撃とともにフィールドが元に戻ります。再び全体攻撃に加えフィールドが変形します。今回の山場ギミックである雑魚フェーズ2回目です。ギミック自体はシンプルですが慣れが必要です。まずノーマルと同様に凶器が配置されるので常に回避し続ける必要があります。接触すると痛い継続ダメージデバフがつくので長い間平に介護を強いることになります。続いて塔が2箇所といかにもヤバそうな円範予兆が1箇所発生するので塔2箇所はタンクが踏み円範囲は避けます。マップ北基準で上半分の塔を MT が下半分を ST が踏めば OK です。塔の跡地にノーマルと同様トゲが出るのと霊式では新たに円範囲の跡地に雷塔が発生します。これら3つの凶器を全員で破壊します。トゲの方は栄唱完了までに倒す必要がありますし、雷塔の方は放っておくとどんどんダメージ重化が広がるのでやっぱり早く倒す必要があります。北のトゲを MT 組が、南のトゲを ST 組が殴ります。ただし雷塔は遠隔が優先して殴りましょう。これら凶器と格闘している間ボスがいつの間にか全体攻撃を栄唱しています。ここの軽減バリアがおろそかになりがちなので各自しっかり対処しましょう。一定時間経過で全く同じセットの凶器が発生するので同様に倒します。凶器と格闘中ボスが全体攻撃を仕掛けてくるのも1セット目と同じです。さらに一定時間経過で全く同じセットの凶器が発生するので同様に倒します。ここは雷塔の発生位置が必ず外周になるので見逃さないようにしましょう。そして最後に全体攻撃が来てフィールドが元に戻って終了です。結局凶器が3つ発生し、それと全体攻撃、これが3セットあるってだけです。最初のうちはフィールドをノロノロ徘徊する凶器に接触し継続ダメージデバフをもらって、それと全体攻撃が重なり床を舐めるケースが多く安定しません。少しでも焦らないように済むようノロノロ動く凶器の軌跡をおさらいすると、まずこのでかいギザギザはここしか往復しないのでここに立たない限りは全く意識する必要がありません。そして小さい方のギザギザはこんな感じで動くし移動スピードが遅いので1回通り過ぎたところは約30秒間ずっと安全です。なので遠隔の私はとにかく小さいギザギザが通り過ぎた跡地に駆け込み、そこから基本動かずに雑魚を殴っていました。小さいギザギザが通った跡地に駆け込み不動、特に遠隔はこれで結構安定するのでおすすめです。それと軽減タイミングですが、雑魚発生して全体攻撃の3セットのうち1セット目と2セット目はボスをたげってないことが多いのもあって全体攻撃の栄唱を見落としやすく軽減バリアが弱くて壊滅しやすい印象です。1回目と2回目雑魚を殴り始めてから数秒後に全体攻撃が来るのでそこを意識して軽減バリアを入れましょう。先へ進みます。クラウドキリング、再び全体攻撃とともにバフスタック数が4増加します。この辺り直前の雑魚フェーズの影響で平のリソースがカツカツになりやすく、ここの全体攻撃と次の全体攻撃が危険です。ちゃんと軽減入れられるものは入れましょう。この時次のギミック処理のためにマップ基準で北を向いておくと良いです。ヘルインやセル、塔が4つ発生するのでまず MT 組が塔に入ります。北から時計回りにタンク、近接 DPS、遠隔 DPS、平の順番で入りましょう。塔に入った人は茨に拘束されてわちゃわちゃするんですが、後ほど自分も拘束されるのでそっちで説明します。塔に入らなかった人たちは塔に入る人たちをボケッと見届けるのではなく、塔間の距離がどこが一番広いかを確認します。塔の配置は綺麗な台形もあれば汚い台形もありますが、いずれにせよ一番広い間隔のところが必ず1箇所あるはずなのでそこに移動しておくと楽です。その上で塔に入らなかった4人は次のギミックを処理します。スプレッドソニック、塔に入らなかった4人のうちタンク1名、平1名、DPS1 名の奥義範囲攻撃です。今そこに立っているはずですけれども、一番間隔が広いところを南に見た時にタンクはそのまま南、 DPS は北西、平は北東に移動しそれぞれ奥義範囲を受けます。檻に閉じ込められている人に奥義範囲を当てないよう檻のちょうど間あたりに奥義を誘導しましょう。なおタンクの扇だけ微妙に広くてかつ痛いので必ず一番間隔が広いところでかつバフ込みで受けましょう。アグリゲートソニック、誰か1名の頭あり可能な扇範囲攻撃です。さっき特定した一番間隔が広いところに全員集合し扇範囲を受けましょう。スプレッドとアグリゲートの順番はランダムですが、いずれにせよ一番間隔が広いところを特定しておけばそんなに混乱はしないはずです。そして忘れてはいけないのがここでマップ北にカメラを戻しておくことというのも、もう1セット塔が発生するので今度は ST 組が同じ
同じ優先度で塔に入る必要があります。マップ北がどこか把握してないと入るとおおむねミスるので注意しましょう。塔に入った人は茨で拘束されるので茨を破壊します。茨で拘束されてるくせに範囲外から出ようとすることができてしまい、そして出ようとするとダメージ受けるので出ないようにしましょう。茨を破壊したら自由に動いていいですが、無駄に奥義範囲に被弾しないように気をつけましょう。このギミックが終わったら再びマップ基準で北を向き MT 組北西 ST 組南東に軽く体を寄せておくと良いです。バッドデスマッチ最後の大ギミックです。まず南北あるいは東西に塔が2つ出現するので MT 組が北か西 ST 組が南か東の塔に入ります。塔に入るときはボス寄りに塔を踏んでおくと次の動きがスムーズです。塔に入るとコウモリが現れコウモリに4人がつながれます。でこのコウモリはこの後ふらふらと時計か半時計に半周回るんですが、この間このコウモリから一定距離離れるとダメージを受けるのでコウモリに追従する必要があります。どれぐらい離れるとアウトかというとこれぐらいです。ちょうど床の四角のここからここぐらい、結構シビアです。外周に寄りすぎると移動させられる距離が長くて安定しないのでボスタゲサあたりに待機し小回りに半周するのが無難です。なお離れすぎても即死ではなく一定時間ごとに大ダメージを受けるだけっちゃだけなので、どちらかというと次のギミックをミスらないように注力しましょう。サングインスクラッチひたすら連続で見た通り奥義範囲攻撃を連発するので1枚ずつコウモリの回転方向に進む形で避けます。この奥義範囲攻撃1個罠があって、パッと見さっき奥義が来たところが次のアンチのように見えるんですけれども、実は全然そんなことなくて、さっき奥義範囲が来た範囲のさらに真ん中あたりだけが次のアンチです。要するに奥義の範囲が一部被ってるっていうこと。奥義を反復して避けるだけっしょ的なノリで雑に避けようとすると被弾するので、ちゃんと奥義の真ん中を見定めてそこに駆け込むようにしましょう。で単純に半周すれば終わりかというとそうではなくて、いつの間にか途中からコウモリの上に円半予兆かドーナツ半予兆が出ており、ちょうど半周終わったところでその形の攻撃がコウモリから発生するので、ドーナツ半予兆ならコウモリの足元へ、円半予兆ならコウモリから離れっぱなしにします。円範囲の場合コウモリとボスの間にある竹さの上に乗っておくと、もう一方のコウモリから来るドーナツもきれいに避けられます。これをもう1セット行います。コウモリの回転方向が逆転する場合もあるので注意しましょう。円オはドーナツについては先ほどのセットと絶対に逆になります。そしてさっき1枚ずつコウモリの進行方向に避けると言いましたが、1枚ずつのんびり避けているとコウモリのスピードに追いつかないので、どっかで決死の1枚飛ばしをする必要があります。おすすめのタイミングとしては、とりあえず最初の一発の扇を回避した後、コウモリが時計か半時計に進み始めるので、コウモリの進行方向を確認しそっち方向に進行します。ここが一番余裕がないので、この辺りは普通に1枚ずつ進行すればいいと思います。で、ちょっと落ち着いてきたわってなったらどっかで1枚飛ばしましょう。自分の最初の立ち位置と時計か半時計かによって1枚飛ばしを2回やらなきゃいけない時もありますが、1回も2回もそんなに変わらないはずです。これが終わればあとは簡単なギミックしかありません。ブルータルレイン連続頭回り攻撃です。簡単とは言いましたが痛くないとは言ってなくてかなり痛いので軽減バリアはしっかり入れましょう。なお誰かがさっきの扇の床を踏みまくり、ここでボスのスタックが12以上になっていた場合、ここの頭回り攻撃が死ぬほど痛くなります。そして大体そういう時はもともと半壊してると思うんで、おとなしくタンク LB3 を推奨します。だからこそ先ほどの扇範囲だけは絶対に踏まないように注意しましょう。あとはほぼほぼ既存ギミックです。コウモリと白い線、反面範囲2回、タンク強攻撃、そして謎の奥義範囲連打が終わるまで避け続けましょう。奥義範囲の大きさについてはさっき言った通りなので中途半端に避けないようにしましょう。そして全体攻撃、時間切れ攻撃で終了です。解説は以上です。今後もファイナルファンタジー14の攻略動画を作ってまいりますので、お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画化した際は X で速報します。そちらもフォロー何卒。では宣伝したので最強カンペどうぞ頑張ってください。